Action! はいどうもマフィア梶田です。本日はですねちょっと変わった場所に遊びに行きました。見ての通り試写会の会場なんですね。でですねなんでこの場にいるかと言いますとこちら、私のハーレー仲間のひろしさんです。ひろしさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。こちらのですねひろしさんがですねタトゥーアーティストをなりわいとしている方なんですけれども、自分のお店を構えているだけでなく、映画関係のいわゆる入れ墨とかタトゥーの美術をやられてるんですね。でそのひろしさんの紹介で今回こういう試写会があるから遊びに来ないかと言われまして、で、こうやってお邪魔してるわけなんですけれども、ひろしさん、この度お誘いいただきありがとうございます。なんかぜひ見てください。はい、今回ぜひなんか俺に見てほしいという話で、こちらのアライブフーン、どういったつながりなんですか？もともとこちらの監督さん、撮ってる監督さんが、僕をこの映像の協会に引っ張ってくれた監督さんで、もう随分前に引っ張ってもらっていただいて、で今回いろんなところの協力を得て、もう信じられないような映像が撮れているということなんで、そしてゲームをちょっと内容は言っちゃうとあれになっちゃうんで、見ていただいて、なぜマフィアさんにぜひ見ていただきたいかということもちょっと含めぜひ見ていただきたいです。ここのキャッチですよね。もう書いてありましたね。ゲーム野郎に本物のドリフトなんてできるわけねえだろうと。多分ゲームが関わってくるんだろうなっていうのは分かりますし、ここにゲーム画面出てますからね。そうですね。確かにうちの業界にも近しいんで非常に興味のあるジャンルですし、そうなんですね。ひろしさんがこの業界に入るきっかけになった監督さんなんですね。そうです。でですね、なんと今日はですね試写会を見させていただいた後になんと監督さんにもご紹介いただけるということなので、そちらも楽しみにしたいと思います。その大場はなんと e スポーツ出身という注目のドライバーです。ゲーム野郎に本物のドリフトなんかできるわけねえだろ。ドリフト舐めてんのか？舐めてないです。僕これでもゲームでは日本一なんで。いつも通りゲームだと思ってさ。ふざけやがって。勝ち抜いてこいよ。限界を決めるな。自分を超えろ。アライブフーン。はい、というわけで試写会を見終えまして、下山天監督と、こうやってご対面することができました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめましてマフィア梶田と申します。監督の下山です。よろしくお願いします。いや今回お会いできて光栄なんですけれども、率直に映画見終わりまして素晴らしい出来でした。ありがとうございます。正味な話、普段結構映画も仕事にしてるので試写会しょっちゅうお誘いが来るんですけれども、今回友人のひろしさんからのお誘いで、気軽に遊びに来てよってくらいの感じのお誘いだったんで、そのつもりで来てたんですけれども、近年見た中でもトップクラスにいいです。結構びっくりしちゃいました。もう何から話したもんかっていうのはちょっと興奮してて言いづらいんですけれども、自分はあんまドリフトとかモータースポーツ詳しくないんですね。アメ車とか乗るんで車自体は運転するんですけれども、どっちかというと直線番長のマッスルカーとかが好みなんですよ。だからドリフトの世界では全然知らないんですよね。でも今回その映画でそれドリフトの世界が描かれていて、ほぼ初めてくらい、こんなじっくりと、2時間近くドリフトする映画を見たんですけれども、有無を言わさぬ迫力がありますね。映像に観客を引き込む力というかスリリングというか、もうそれにまず驚いたんですけれども、その上でやっぱ脚本とそのドリフトで観客を興奮させるバランス、ここの絶妙なバランス感覚、
そもそもお聞きしたいんですけど、なんでこのタイミングでドリフトする映画を撮ろうと思ったんですか？いろんな要因ありますね。えこの2、3年ってまず、え自動車業界で100年に一度と言われるもう変革期が起きていて、これは映画の企画スタートした時っていうのはここまでのなんでしょうね、いわゆる EV とか環境問題っていうのは大きくはなかったんですが、まずそれが押し寄せてきた時に、これも今このタイミングで車の映画を作らないともう二度と作れないんじゃないかという焦りはまず一つありました。でもう一つはドリフトの前に、ドリフトの映画自体はね、ドリフトキングの土屋圭一さんが映画を作りたいというのは前々から持っていたわけですが、その思いと自分がじゃあご一緒してドリフトの映画を作ろうと思ったのは、まず日本は自動車立国ですよねと。そうですね。はい。で紛れもなく世界一のトヨタもありますし、去年はもうホンダがレッドブルで世界チャンピオン、ラリーもトヨタが優勝、マフィアさんお好きなバイクももうほとんど日本のメーカーがトップ、アメリカのインディーもそうですし、こういう状況で、なんでその日本初でその車の映画がなかったわけではありませんなかったわけではないですけれども、大きな規模のものはほぼほぼないですよね。で世界にお見せできるような作品も多分今までなかった。でもう一つはやっぱりドリフトっていうのが日本発祥のモータースポーツで、今世界中で本当に実は日本を超えるブームがたくさん起きていて、でドリフト自体も例えばバイクだったらいわゆる暴走族とかっていうのがあったので、峠の走りや不当の走りや、いわばイリーガルだったものが、20年前から、ちょっとその警察と走り屋たちが手打ちして、もうサーキットで堂々と争おうぜと、でこれで20年かかってドリフトが世界的な競技にまずなって、この歴史自体がまず日本初なんですよ。ってことはでもう一つは主人公の母体であるe スポーツゲーム、グランツーリスモ、全部日本なんですよ。そうですね。はい。これだけなんか世界に通じる共通言語がこんだけあるにもかかわらず、なぜ日本初でこういう車の映画が作れなかったんだろうって、この企画に呼ばれて3年間と思って、で僕自身子供の頃から世代的にスーパーカーブーム、サーキットの狼、F1 等々一通りのこの世代で、ただし映画作るようになって、やはり自分も諦めてました。日本でこんな車の映画なんか作れるわけがない。少なくともアクション映画ですがやっぱり望む規模でなかなか作れませんし、そうですね。ただ自分もちょっとアクション映画とかやってて世界マーケットとかに時間行くようになってから、これ車も絶対日本初で行けるって確信持って、で映像も日本の撮り方全部捨てて、自分たちで編み出してゼロから作って、だから迫力ある映像って本当ご覧になった方言っていただけるんですけど、正直言うと何かを真似したわけではなくて、撮り方自体サンプルがなかったんで。ちょっと本当に我々の中でテストを積んでここまでなんとか来たって感じです。すごい見ていて驚いたのが、その絵作りに対するこだわり、今おっしゃってたように、いろんなものを参考にするよりも一つ一つ編み出していったっておっしゃられてますけれども、車の映し方がものすごくセクシーなんですよね。めちゃめちゃ色気たっぷりに撮っていて。画角ももちろんカメラワークもそうなんですけれども、途中でマフラーに寄ったりとか、あとエンジンルームの中に寄ったりとかするじゃないですか。あれは車好きはもちろんですけれども、俺みたいな半端な車好きというか、俺アメ車しか好きじゃないんですよ実は。だから日本車全然詳しくないんですよ。でもそんな自分から見てもこの映画の車はめちゃめちゃかっこいい、色気があるっていうふうに感じ取れたんで、本当に凄まじいセンスだなと。まだまだなんですけど、本当にこの映画に関わってから奥深すぎて、自分もそんなにも乗りこなすってわけではないですけど、やはり子供の頃から車が好きだったんですが、この映画に関わってそのレースの皆さんとお話ししてて、まず車の音が前後ろ中全部違う。そうなんです。当然エンジンルームで鳴る音も違う。エキゾーストのマフラーの
から出る音も全部違う、要するに一つの車で全て鳴ってる音が違う、そう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 、でさらにドライバーの皆さんはそれ聞いてないって言うんですよ、なぜかというとドリフトに限らずなんでしょうね、音を置いていってるって言ってました。音を置いていってる、要するに自分がその後ろに向かって言えば僕も音出しているので、運転してる側はもうなんか音を後ろに置いてってるんで、この映画見て初めて自分のそのマシンがあの挙動でこんな音出してるっていうのを映画見て初めて、あ、そうだったのかって言ったりとか。車の音の演出って難しいじゃないですか、やりすぎるとただうるさいんですよね。映画とかでもやりすぎるとただ下品な音になってしまう。アライブ・フーンでは結構ここぞというタイミングでマフラーがパーンって弾けたりとか、あそこすごい気持ちいい。そう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 。あれはもうあと明らかに何カットかこれカメラ逃げるの間に合ってないよなっていうぐらいがあるんですよ。踏んでますよねあれ。踏んでます。計ぴったし10台壊しました。で壊したというのは、事故ではなくて、最近 GoPro とかですね、ドローンも安くはありませんけど、昔の映画のカメラって多分何千万とかして、映画の撮影ってみんなカメラを守るんですよ。そりゃそうですよ。まずカメラありきで、カメラがあって俳優さんに立ってもらってっていうのが普通の映画の世界だったんですけど、さっきそのルールを全部捨てようって言ったのは、もうカメラを守るのをやめましょうと。で壊れてもしょうがないということで、実はあーって言って壊れたんじゃなくて、壊れるまで撮ってました。あれもう壊す前提で攻めてますよね。だからドローンももう行け行けって言って制限なしで一緒にレースして、もうギリまで行って何回もクラッシュして吹っ飛んで潰れたりとか、あともうギリギリのやつはまだ当たんないっつってでその1回ごとに当然壊れたらデータがなくなるんで、ワンテイクごとにカードを交換して、まだだって言ってで潰れたら終わりとか。明らかに言っちゃうんですけど日本的な撮り方ではないですよね。よくそこまでやれたっていうのがありますし、生臭い話ですとよくお金を出す側もそれを良しとしましたよね。だから結局、日本とハリウッドとか、例えば今でいうと韓国の映画の違いっていうのがもうすでにこの、もう10年ぐらいの格差で、それを語られているにもかかわらず、なんでしょうね、お金をかければいいというわけではなくて、そのリスクを怖がらずに前に進むっていうことをなかなか日本の映画って構造的にやらせないできない。そうですよね。ただ今回はやっぱり日本初で世界の人に見せるためにはっていう意味から始まったので、あらゆるところがやっぱそこ突破してくれないと制作に入れなかった。いやだからこそなんかもう邦画で受けると思ってなかったインパクトを俺は今回受けてるんですよ、本当に。それにびっくりしているので、本当なんか嬉しいサプライズというか、もう誘ってくれてありがとうというか、広瀬さんに。やった。やっぱり自分が今回誘われた理由として、自分はいわゆる作中で言われるところのゲーム野郎なんですよ。ゲームの世界でメインで仕事してるんですね。で今回のこのアライブ・フーンも、ただ単にドリフターの映画だったら多分自分は接点がなかったと思うんですね。でも e スポーツ、グランツーリスモ、そこ出身の主人公がその実際のドリフトの現場に入っていくっていう設定だからこそ今回お誘いされてるんですけれども、下山監督って別にそのゲームの世界に明るいとかそういうわけではないですかね。自分自身が頻繁にゲームをやるというか、作る側にいたんで。ですよね。過去の作品とかやっぱ拝見すると結構やられてるから。実は多分世界初じゃないですかね。いわゆるファミコン。当時でいうともうファミコンの音切り層っていう、音切り層、多分ホラーゲームの名作を映画化したのが自分なんで、それ一応世界で初めてゲームの映画化に
そうなんですよ。でもそこから始まり、もう名前出していいと思うんですが、ゼロ赤い蝶って、そうそうそう、はい、ゼロ。あれも、中のルビーは自分が演出しましてっていうのと、豊島園今なくなりましたけど、豊島園の 4D アトラクションのゼロ赤い蝶っていうのも自分が全部総監督。存じております。はい。で、他にもそういった形で、映画監督しながら実はゲームの裏側にはもう関わってる。そうなんですよね。お仕事で関わられてるのは本当によく知っていたんですけれども、やっぱその流れで今回もその e スポーツと実際のドリフトを合致させようっていう発想に至ったんですか？これは、一番最初のアイデアはその土屋圭一さんなんですね。土屋さんから。そうなんです。土屋さんってもうここのところ割と e スポーツのいわゆるドライブシミュレーションゲームの方でもすごくなんか協力して若い人たちと一緒にe スポーツ大会とか主催してたりしてる中で、e スポーツとドリフトを絡めたいというきっかけは土屋さんだったんですけど、それに関しては自分はやっとこういうこと言ってくれるおじさんがいたって。自分もおじさんですけど、土屋さんも一回りね、60いくつの本当にもうおじいちゃんですけど、今でもねスーパー GT のディレクターやってますけど、その人からやっと e スポーツ出たって思って、もうこれ絶対だなと思ったのと、日本の自動車メーカーだったり世界の F1チームももうすでに e スポーツのチームを持っているわけで、この e スポーツに彼らが取り組む意義っていうのがまた素晴らしくて、e スポーツって、ある意味バリアフリーじゃないですか。今までモータースポーツってお金持ちの子供とかレーサーの息子とか以外なかなかそのスポンサーがいないとできないスポーツですからね。子供の頃からカート乗ってってお金がかかるたわけですが、e スポーツ化することによってアフリカとか中南米とか、いわばある意味貧乏な子供たちも同じ土俵でドライビングテクニックを競える。でそこで世界中からその本当にドライブセンスのある、若い才能をピックアップして、そのチャンピオンに実車を乗せるっていうのが、世界中のレーシングチームみんなトップチームは全部やってます。だから今 F1 でもどっか結構インドのお金持ちの息子とか、いろんな子たちがお父さんがチームオーナーになってとかいるんですけど、そういうチーム勝てなくて。あれですよ、メルセデスのルイス・ハミルトンがラジコン出身だったりとかで、間もなくもう e スポーツの人たちが実際世界チャンピオンも出てますし、日本のもう GT にもレースあります。だからもういずれその人たちが間もなく多分チャンピオンになっていく。でこの情報をキャッチアップして、これも本当にこれに、日本映画がもう遅れてるんですね。やっぱりそういう既存の漫画の原作とか、そういったものばっかりやってるんですけど、間もなくこの話って現実が先に行っちゃうんですよ。そうですね。だからみんなこの e スポーツと、ドリフトと実際のリアルレーサーになるってなんか行き過ぎた話じゃないかって言ってますけど、ちょっと待ってみたいな、もう世界はとっくにそうなってるし、あと 2,3 年で現実の方がもう映画を超える。でそういったことも含めてとにかく今作らないと日本の車はもう全部電気製品になるし、カーボンニュートラルで、いつか、多分2030年代あたりどっかで、レースもみんな e スポーツになっちゃう。だからこれ生のやっぱり撮影をできるのは本当このタイミングしかないなと。なるほど。僕はだから結果を出して早く2作りたいんですけど。確かにそれは今おっしゃられたように、その e スポーツと現実の関わりっていうのはある意味言ってみれば事実は小説よりきなりっていうのに近いじゃないですか。でそれを、不思議なことに映像化すると嘘やろって思われるんですけれども、実はもうとっくに現実が先を行ってるってパターンそんなに珍しくないんですよね。でだから今回のこの「アライブ・フーン」も似たような作品あるかというと実はないんですよね、今のところ。この設定自体は漫画とかでは見かけたことがあるんですよ。その e スポーツからじゃあ現実の車はどうなんだみたいな。でも映画では本当に覚えがないんですよ。だからそれを
よっしゃ先んじてやってやろうってなったのは本当に素晴らしいことだと思います。で、例えばスピルバーグのレディープレイヤー1も、e スポではないですけどバーチャルの世界なんですが、お話自体が SF なんですけど、これ SF じゃないんですよ。そうなんですよね。だから、e スポーツで、実はそのバーチャルからリアルレーサーにっていうなんかちょっと SF めいた話かと思いきや、双方が全部実は現実でして。で個人的にものすごく好印象というか、この映画が好きになったポイントとして、その架空の世界である e スポーツと現実のレースを差をつけてちゃんと同列として扱ってくれてるんですよ、この作品って。正直我々のようなゲーム野郎からすると、もう過去の前例から言ってゲームよりも現実を大事にしろよっていう映画の作り方をする人は散々いたんですね。これはね受け入れがたいです、我々にとっては。わかります、わかります。要は、そっち行ったっきりより要するに戻ってこいよみたいなそうですそうです。君たちは現実の方を大事に思ってるかもしれない。でもこっちは現実と同じくらいそのテレビの中のゲームの世界も大事に思ってるんだっていう考えずっとあるんですね。だからそういう作品に触れるたびに最後にやっぱりちょっとぼんやりしたものが残っていくんですよ、どんないい映画だろうと。でもアライブ・フーンはどう決着をつけるかなと思ったらもう拍手しかなかったです。ちょっとネタバレでそこは言えませんけど、そこは触れられないですけれども、意外とじゃないですね。実はリアルドリフト側の人が、いやラスト素敵だよって言ってくれる。素敵です。要するに、ある意味自分たち側がドリフトだとした時に、e スポーツってさらにベテランのレーサーとかチームからすると向こう側っていう意識あるんですが、そういう人たちがみんなに言いふらすネタで、いや実はさラストいいんだよってリアルなレースの人たちがおっしゃってました。いや本当にもう決着のつけ方として文句のつけようがないというか、本当に最後の最後まで見ないとわからないんで、映画途中までもうこの映画面白い面白い面白いって、でも最後の最後にもし俺の望まぬその落としどころにいたらどうしようと思ってたんですけど、そこがスーッと入ってきた。だからゲーム野郎の俺にもスーッと入ってきた。でやっぱりそのドリフトの世界とか、あとマニュアル車の世界とかって言ってみれば結構球体以前としたマッチョの世界じゃないですか。マッチョな思想の世界じゃないですか。そこに対して e スポーツ、ゲームオタクでゲームにしか居場所のない人間が入っていくとやっぱ排斥されるっていうか、もうどう考えても見下されるし、それこそここにキャッチコピーにあるようなゲームやろうに本物のドリフトなんてできるわけねえだろって言われるのは当たり前な展開なんですけど、ここからのそのリカバリーの仕方というか、どうやって受け入れられていくのかっていう部分で、その無駄なシナリオに無駄な肉付け一切なかったんですよ。シナリオで本当に徹底的に無駄を排除して、見ててだれないように作ってあるのが本当に素晴らしいなと。いやそこ一番嬉しいですね、演出から言われるの。いや本当になんかこう、日本映画っぽいっていうところをどれだけ排除するかが今回テーマで、やっぱりそのアクションにしても、この手のものにしても、なんかやっぱ日本映画ってドラマ入っちゃうとなかなか帰ってこないので。そうなんです、そこなんですよ。であとはその、芝居の演出が一つあって、でもそういう例えばアクションとかそういうところはもう別チームで徹底的にやるみたいなことで、なんかどうもちょっと噛み合ってない部分があって、もう今回は車も e スポも芝居にしようと思ったんです。素晴らしい、なるほど、納得いきました。腑に落ちました。だからドライバーの皆さんも、マシンも俳優の一人として、俳優といいますか、芝居ですよっていうことで全スタッフにも徹底したし、ドライバーの皆さんもただこう走ってくれっていうんじゃなくて、みんなでレーシングチームとかレーサーの皆さんとも話するときに、お芝居の演出と同じ方法で、同じチームで全部撮りました。そこはあったと思いますから。いやもう見てて伝わってきました。それはもう途中そのゲームの映像と現実の映像がやっぱリンクする画面みたいなのあるじゃないですか。あそこも演出自体はそんな珍しいものではないと思うんですよ。ただリスペクトがないとやっぱりリンクさせようとしても透けて見えるんですよ。なんかもうこういうふうにゲーム使うのねみたいな感じの、それ今回なかったんですよ。でなくて、なんなら途中で俺一瞬これ現実の映像なのゲームの映像なのって分かんなくなる瞬間があったんですよ。
それって多分ものすごく絵として同列に扱ってるからもう自然にシームレスにつながってしまっていて、そこがもう見てる側に分かんなくなっちゃってたんですよ。いや、うん、このままなんかパンフレットすごいですね。でも本当に今なんでしょう、実は自分が現場でも目指していて、まあ、実は苦しみつつあったことが、今日マフィアさんの言葉で全部なんか解消されたというか、最後の、なかなかネタバレなんで、そのおっしゃってた最後って、実はかなり反対されたんです。反対されたんですか？それはそうじゃないですか。だってそういう要はこの話の流れで、ああ、なるほどなるほど。自分はもう、ああいう風にならないと、この映画じゃない。だからある意味なんでしょうね。勝ってサクセス、例えばですけど日本映画だとそこでラブストーリー的な、そうですそうです、ゴールで彼女が待っててとか、そんな展開を作るんですけども、そういうのはもう絶対見たくない。でも日本の映画会社は全部それ要求する。そうでしょうね。でも全部それもそうでしょうね。ところが、その逆張りをしたことによって今おかげさまで本当に、本当に今時な映画館は全部支持していただいてるので、要するに日本映画らしくないっていうことと、ある映画館の方は、日本の映画館とか映画祭とショーが好きって、お客さん向いてないっていう、ただこの映画は観客と劇場に対して向いて作ってるっていうことで、いやっていうか、なんでもともとこんなにでかくやる、公開される予定じゃなかったんですけど、どうしてかけてくれるんですか。今系列超えて今かけてくれてるので、でお聞きした答えがそうでした。間違いないですよ。俺この映画こういっちゃなんですけど、宣伝さえ間違いなければ相当ヒットすると思います。だそうです。こちらに宣伝部さんがいます。いや、それは本当にプレッシャーかけて申し訳ないですけど、やっぱ自分もいろんなものの宣伝に関わるからこそよくわかるんですよ。いいものがいいからといって売れるのは苦労しないんです。はい、その通りです。だからいいものに出会うと、頼む、なるべく宣伝失敗しないでくれって願っちゃうんですよ。だからこれは本当になんなら日本初のワイルドスピードとしていけると思うんですよ。でこれも触れておきたかった、今監督が出てきちゃったんで触れておきたかったんですけれども、恋愛要素で安易に恋愛要素で盛り上げようとしなかったのは大正解です。絶対ドラマのノイズになったんで、2人、ヒロインと主人公の2人の関係は塩梅がちょうどいい。で僕にとってはそういう恋愛、ラブストーリーではないんですが、自分にとってはそれがラブストーリーだったんです。要するにそれぞれの道をちゃんとまっすぐ行くことって、やっぱ相手のことを思うっていう、I love you じゃなくて、双方ドライバーとメカニックであれば、相手のことを最大限に思うと、車の話しか出てこない。そうなんですよ。わけですよ。血は喧嘩してる場合じゃないですよね。だから今回の短いのやった夏美っていう女子のメカニックなんかも、今回は描いてませんけど、仮に彼女がデートに行って、ちょっとお酒飲んで夢中になると、多分彼氏の前で車の話しかしないはずです。そうでしょう。それが現実なんですよ、本当は。だからゲームの人たちもね、やっぱ好き同士みんな男女も関係なく集まったら、ゲームの話でゲームの話ですよ、それ。そこで突然合コン慣れしたような男の話は始めないですよ。かもしくはね、なんかちょっとそっちでこうモーションかけたらもうすぐ弾き出されるじゃないですか。それと一緒ですよ。だからそこの現実をなんだろうな、映画側の方が正直言うと分かってない。いや本当いつも思います。本当に下山監督が撮ってくれてよかった。この e スポーツ絡みの映画を、もう多分今言ったような細かなその世界、その構築した世界観に対する愛情とこだわりっていうのは全員で鍋を食うシーンにも俺は現れてると思うんですよ。あのシーンの特別重要なシーンってわけでもないんですけれども、あそこのシーン見るだけでこの映画のキャラクターたちは生きているっていうことが伝わってくる。ちゃんと魂を吹き込んで脚本作ってるしお芝居してるっていうのが分かるんですよ。それも見事でしたね。いや嬉しいな。なんかマフィアさんに鍋のシーン
言われるとはちょっと本当にあるの結構大好き自分が好きなんでいやあのシーンいいですよ、あれすごくいい、ああいう映画こそ、ああいうシーンが要するに車もゲームをやってない、映画でいうと誰場ですね、ああいうところでなんかお客さんがちょっとほっとしつつ、キャラクターをこう愛してくれるシーンにしないと、ちょっとなんか作っても本当に意味ないなと思って。見事なんですが本当に必要ないなって思うような誰場が一切ないんですよね、ちょうどいいんですよ、本当ちょうどいい挟まれ方してるんですよ。もう本当に話してるとキリがないんで、この後続きまたご飯でも食べながらちょっと続けて話していきたいと思うんですけれども、いやすみません、試写会の後のお忙しい時間に時間いただいてありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンをお願いします。